ヘリコプターに乗ったワンコ。彼の名前は夢之助。地震や台風などの被災地で行方不明者を探す災害救助犬です。日本国内はもちろん海外も含めた17カ所に出動。2021年に引退するまでレスキュー隊の一員として働きました。そんな夢之助ですが、人の命を救う犬になるまでにはいくつものハードルがありました。これは一人ぼっちだった犬が多くの人を救う犬になった物語です。夢之助が住む広島県神石高原。ここでは災害救助犬を育てる訓練が行われています。今行っているのは足場の悪い瓦礫で行方不明者を探す練習。瓦礫の中に人が隠れ、それを犬が捜索します。さて、今回の主人公夢之助ですが、現役を引退し現在は訓練所で悠々自適の生活を送っています。しかし今でも救助犬の能力はもちろん健在。捜索訓練で覚えたかくれんぼをすると人を見つけ、現役さながらに吠えて知らせてくれました。夢之助が救助犬への道を歩み始めたのは今から13年前のこと。実はその時、この犬が本当に救助犬になれるとは誰一人思っていませんでした。2010年の11月に、私たちがその救助犬になる候補の犬を探している時に動物愛護センターに伺って、でその時に夢之助と出会うことになったんですけれども、その日がちょうど処分の日だったみたいで、どういう理由かわかんないんですけど夢がそこに残ってて。怖くてしょうがないので、出勤の仕方は普通じゃないですね。普通の犬になれば正直仕事には行かないですね。どこかでいじめられたのでしょうか。人間を極度に警戒し怯えていた夢之助。それを見た大西さんはある思いがよぎったといいます。引き取らないと次の処分の日に処分されるかもしれないので、やるだけやってみようとチャレンジしてみようっていう。こうして夢之助は救助犬候補生としてセンターから引き取られることに。誰もが予想した通り、その後の道のりは険しいものでした。やってきてすぐはケージを出ることすらままならず、人前でご飯を食べられるようになったのは2ヶ月後のこと。さらに外を歩くことも怖がっていたのですが、春を迎える頃にはなんとか散歩ができるようになりました。相変わらずその目の前に人が現れると怖いんですけれども、その人が後ろを向いてるとスーッとこう匂いを嗅ぎに行ってみようかなみたいな仕草が見えたところから、あれちょっと興味持ってくれたかなっていうのがあって、始めてみようという。こうして徐々にではありますが訓練を
こなしていった夢之助。すると少しずつ夢之助に救助犬に必要な才能があることが分かってきました。訓練中の夢之助の鼻の使い方っていうのが、風が吹いた時にその風が吹いてきた方向にスッとこう鼻が向けられるっていうところが見られるようになった。あとその隠れてる人の、前を通り過ぎた時に通り過ぎるんですけどクッと顔がこっちに向くとかっていうのがこう静かなすごい小さな反応なんですけれども、それを私たちがしっかり見落とさなければ、夢はちゃんと見つけられてるんだっていうことがよく分かったので。夢之助が人の匂いに反応しましたことで大西さんたちに光が見えてきました。夢之助の訓練が始まって3年、ついにその日がやってきました。それは2014年8月の広島土砂災害。この時が初めての出動となった夢之助。実はこの時点でもまだ決して期待されていたわけではありませんでした。ガタガタ震えたりとか、なんか全然仕事をしようとしなかったりするんじゃないかなと思ったんですけど、みんなのいい意味で期待を裏切ったというか、堂々と歩いてて、で現場で一生懸命鼻使ってクン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 匂いを探している。で夢之助がこうピタッと止まってじーっと見つめたその先に血痕が落ちてたんですね。でそれでレスキューのメンバーがその瓦礫を除去すると中にお一人いらっしゃったっていうのがあって、分かってたんだっていう。何年か経って実際こちらの現場でご遺族の方にお会いしたりとかもしたんですね。ゆみちゃんありがとうねって言ってくださったんですよね。見つけてもらって感謝してますっていうようなことをおっしゃってくださって、そういうことをおっしゃってくださってるからこそこういう救助犬の訓練って続けててよかったなって思いますし、夢のようなその愛護センターから来た犬でも何か人に役に立つことができるのかなって思うとやっててよかったなと思います。この初出動を皮切りに夢之助は海外も含めた数々の現場に出動。共にレスキューに当たっていた大西さんは他の犬にはない夢之助の特別な才能に気づいたといいます。私たちは職人って呼んでたんですけど、現場入るとゆめちゃん職人になるよねっていう。犬って嬉しい時嬉しくない時っていう二択の動物なのですごいはっきりしてるんですけど、でも夢はいつもフラットなんですよね、ずっと。でうわーって興奮してしまうと匂いが全然取れなくなったりとかするので、そうじゃなくこうフラットで鼻だけこうクン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 と集中して使えるっていうのが救助犬にはやっぱり一番重要だと思ってます。それは夢に逆に教えられたことかなとも思います。ああこういう犬がいいんだなっていうのは。人の手で処分されかけていた犬が人を信じ命を助け、たくさんのことを教えてくれた。これをきっかけにピースワンコジャパンでは殺処分ゼロを目指す活動を始めました。これまでに保護した犬の数は7000匹以上。その甲斐もあって広島県内の殺処分機はもう7年の間動いていません。保護された犬だったとしても何かしら社会に役立つ、あるいは人と楽しく暮らしていくことができるっていうことを伝えてくれた。夢之助が伝えようとしたわけではないけれども、夢之助がいたことでそれが伝わったっていうのは非常に大きな存在だったんじゃないかなと思います
今も訓練所では多くの犬が災害救助犬を目指して訓練をしています。夢之助が切り開いた保護犬たちの未来、犬と人が幸せに暮らすための挑戦はこれからも続きます。